おはようございます。テイラです。今回からはラゲッジルームのリメイクのお話です。今回はその設計編です。遡ること半年前、フォトグラメトリでラゲッジルームを採寸し、それをベースに設計データの作成を開始しました。結果的にデータフィックスまで、紆余曲折というか寄り道しまくって、4ヶ月ほどかかってしまったので、その中身を見ていただきます。まずはデザイン画像をもとに、衣装面を再現していきます。紆余曲折その1。トランクアーム周りが思ってたんと、違う。デザイン画ではなんちゃってロールバーの横棒から後方にラインが伸びていくモチーフでしたが、これをそのままCADに起こしたらあら不思議。トランクアームを隠す形状がえらく間抜けになってしまいました。ここはもうなんかいい感じに直すしかないということにして、結果こうなりました。初歩の初歩でデザイン画と合わなくなるあるまじき事態です。ハゲタコエンジニアリング。ひとまず衣装面の再現は、これでできました。続けて内蔵物の検討です。衣装面に影響してくる内蔵物は LED バーです。なので LED バーの選定を開始します。LED の演出構想ですが、ゴンタヤさんの流星君を使って窓部分の LED を点滅させたいところです。なので、流星君の要件である1ブロックあたり 500mA を超えないことと、寸法要件、色味を満足する LED バーを探します。選ばれたのはこちら。200mA、長さ 480mm、6000ケルビン。長さは切って調節可能です。配項を確認し、CAD 上で配置を検討します。紆余曲折その2。3D プリント台と構造の葛藤。今回設計した部品のうち、この2つ、これらは DMM.Make の 3D プリントサービスを利用します。7月時点では、LED バーは木造の構造体に固定する設計でした。この時の思想は、3D プリント部品はあくまで衣装再現のためだけで、内部の構造体は木造でしっかり作ろうというものでした。3D プリントにはいくつか工法がありますが、今回利用するのは光造形です。なので、中空部分にはサポート形状が生成されます。じゃあいっそここに構造体入れた方が効率的じゃない？そんな声がどこからともなく聞こえてきました。調子に乗って木造体廃止レベルまで構造体をデザインしましたが、べらぼうな見積もりが返ってきたのでこれはやめました。最終的に LED の取り付けベースと木造体への接続形状だけを残し、できる限り軽量化を図ったこの形状でフィックスしました。窓部分のアクリル固定構造ですが、爪形状で挟み込む構想もありましたが、ビレオンが懸念されたため、ビスとワッシャで締め込む構造としました。が、予算の都合上レジン A1 プロを選んだのですが、実はこの素材タッピングはおそらく非対応の材質でした。実際、インサートナットを入れる工程でかなり苦労する羽目になりました。紆余曲折その3。リブがいい感じにならない。アッパー側の部品を設計していた時のことです。裏面に補強リブをゴリゴリ入れていたのですが、この時すでに設計開始から3ヶ月ほど経っており、ほぼ毎日これと向かい合っていました。そう、完全に病んでます。何が良くて何がダメかよくわからなくなってます。そのせいで作ってみては、なんじゃこれ精神疾患のやつが作ったんか、とか言いながらやり直す作業を1週間ほどやってました。最終的に出来上がったリブも微妙でした。なんだこれは。して、この部品は簡単に取り外しできるように、カムロックファスナーとガイド形状のみで固定する構造にしました。というのも、サイドボードとロアサイドの裏のスペースにイベント会場で使う洗車道具を隠したく、行った先で簡単に出し入れできる構造が欲しかったんです。このカムロックファスナー、実際使ってみるととっても便利だったので、他にも使いどころがありそうです。何はともあれ、フォトグラメトリのデータからここまで、部品を起こすことができました。科学の力ってすげえ、レーザーの3次元測定器がなくてもこのくらいの、精度のパーツならなんとかなりますね。3D プリントで造形すると、コストがネックになりますが私は、それに見合った効果があると思いました。
その他の木造部品はジグソーと、電動ドリルで製作できるように、寸法を設定しました。この段階でちょっとしたミスを、いくつかやらかしてますがそれがわかるのはまた後ほど、ついでの寄り道。イルミネーションをいくつか仕込んでそれらの管理をするために配電盤を作ることにしました。持たせる機能としては、イルミネーション全体の電源オンオフ、非常停止装置、電圧の管理、各回路のオンオフ及び電源の分配、過電流防止です。使いたい部品をモノタロウやら各サイトで選定し、CAD データ化していきます。この作業結構好きです。で、これらの部品をコンパクトに、見えない場所かつ整備性も保てる場所に収納します。いろいろ検討した結果、現在スピーカーが収まっているトランクスルーにぶっ込むことにしました。ここのスピーカーは後々ドアへ移管する予定なので、空いたスペースにこの配電盤を入れます。配電盤のすぐ裏にはウーハーボックスがあり、そこに端子台を固定、配電盤と接続させます。LED バーのプラス配線を1ブロックごとに分岐させるためとんでもない数が必要になりました。アナログ制御の機械の配電盤みたいになります。こちらの製作はもう少し後になります。以上で、設計編は終わります。次回は、3D プリント完了から、組み付け、レザー巻きのお話です。以上、ご視聴ありがとうございました。